はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、死んだ食品であなたが老ける理由についてお伝えします。で、あなたは老けたくない、老化をできるだけ遅らせたいと考えてはいないでしょうか。今は研究の結果から老化の速さや遅さに関連する要素や食べ物などが判明してきましたので、老化の速さというのはあなたの努力次第で大きく変わるものなんですね。ですからあなたが老けないための努力をしていないと、あなたはどんどん早く老けてしまうんですよ。そして逆に老けないための努力をしていると、あなたはあんまり老けなくてですね、周りの方よりもあれ若いねとか、肌が若いね、綺麗だね、髪が綺麗だねとか言われたりですね、なんか10歳若く見えるねなんていう経験ができるんですね。逆に努力しないと、なんか最近老けてないとかね、普通のね年齢よりもなんか老けて見れるねとか、そこまで失礼なこと言う方はいらっしゃらないかもしれませんが、周りよりもね老けて見られる可能性もあるんですよ。そこで今回はこのような食事だと早く老けてしまうという死んだ食品と、反対に老化の進行を抑えてくれる生きた食品についてお伝えします。この動画をご覧いただくことで、老化を早めてしまう食品を避けて老化を遅らせてくれる食品を摂ることができて、見た目も体の中も若く保つことができます。逆に動画をご覧いただかないと、今後もずっと死んだ食品ばかりを摂ることで老化がどんどん進んでしまい、周りよりも老けて見られたり病気のリスクが上がってしまう危険性までありますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。で、この老化の速さを変えてしまうものが何かっていうと、これ酵素なんですね。私たちの体には約5000種類とも言われている酵素が働いているんです。この酵素は体内の化学反応のほとんどに必要な存在で、酵素がないと人は生きることができないというとても重要なものなんですね。で、酵素はその構成要素のほとんどをタンパク質で作られているものなんです。で、酵素には大きく分けると2種類あって、それが消化酵素と代謝酵素です。で、この2つはもともとは1つの体内酵素という酵素が材料となって、その役割に応じて消化酵素になったり代謝酵素になって働いているんですね。ですから代謝酵素がね、こう言ってですね、消化が必要だよというふうに言われたら、じゃあ俺消化酵素になりますと言って消化酵素の方に働いたり、あるいはですね、こっちで代謝が必要だという時にはですね、じゃあ私が代謝酵素に、なりますと言って代謝酵素として働くという、もともとは一つの体内酵素なんですが、必要性に応じてこの働き方を変えているんですね。で、消化酵素というのはその名の通り、食べたものを体内に吸収できるように消化するために必要な酵素で、これがないと食べ物を食べても栄養を吸収することができないんです。そして代謝酵素は吸収された栄養素を利用できるように体の中で働かせる役割をしています。例えば運動であるとか呼吸であるとか脳での思考や老廃物の排出、免疫機能、新陳代謝など生命活動に必要となる酵素なんですね。ですから代謝酵素がなければ人っていうのはもう死んじゃうんですよ。なので、この2つのね、この酵素はどちらも重要な働きをしているんですね。消化酵素がないと消化できないから食べ物をね、エネルギーとして体内に吸収できないし、代謝酵素がないとそもそも運動であるとか呼吸とかできないから脳も働けないので、生命活動がまずできないと。だからどっちも重要な働きをする酵素なんですね。ですが、この2つですね、2つの酵素というのは、もともとは1つの酵素ですので、消化の悪い食べ物を食べたり、食べ過ぎをした際には、大量の消化酵素を使いすぎてしまって、代謝酵素の量が減ってしまい、十分な生命活動ができなくなってしまうんですよ。例えばね、その体内酵素が、人じゃないですけど、10人いたとしてですね、大量の食べ物が入ってきたから、もう消化が追いつかないよと。じゃあもう、私も消化酵素になりますというふうにね、もう大量にね、もう10人中9人ぐらいがもう消化酵素に走ってしまって、もう残った体内酵素はもう1人しかいないと。もう私だけでこの体内の代謝をねしないといけないのみたいな、とてもじゃないけどそんな働けないよみたいな状態になっちゃうんですよね。だからその食べ物を食べ過ぎると消化酵素を使いすぎてしまって代謝ができなくなってしまうんですよ。で、そうするとですね、代謝ができないと栄養素がね減ってしまって不足してしまって、そして運動性能であるとか呼吸の換気能力とか脳の思考力とか免疫機能、新陳代謝などが低下してしまい、老廃物は排出できないですので、
体の中に溜まっちゃうんですね。つまり老化が進んでしまうということになるんですよ。ですから食べ過ぎであるとか消化に悪いものの摂取はできるだけ減らす必要があるんですね。これが老化を進めないための第一歩なんです。で、ただですね、実は酵素にはもう一種類あって、それが体内ではなくて食べ物から摂取する食物酵素というものがあるんですね。食物酵素は食べ物に含まれていて、消化酵素の働きに変わるように消化を助けるという働きをしています。ですからこの食物酵素をたくさん取れていると消化酵素が節約できて、酵素の材料である体内酵素を代謝酵素に回すことができますので、生命活動を活発化して老化を抑えることができるんですね。なのでこのさっきね言ったように食べ過ぎの時とかにね、消化酵素にわーって使われてしまって、もう10分の1しか代謝酵素が残っていない状態を防ぐためにですね、この、例えば10人その体内酵素がいたとしてですね、その食物酵素を取り入れるんですね。例えばその食物酵素が、10人ね助けに来てくれましたと、たくさんねその食物酵素を取り入れたから10人食物酵素が来てくれて、体内酵素10、食物酵素10という状態になるわけですよね。その時に食べ過ぎの状態になってしまったとしてもですね、この取った食物酵素が代わりに消化をしてくれますので、10人こっちに取られたとしてもですね、残りの10、体内酵素が残ってるわけですから、残りの10人が体内酵素として代謝酵素として代謝を行うことができるんですよ。だからそうなるとですね、計算上10倍も代謝ができるということになりますので、この体内酵素ね、この食物酵素をねたくさん取るというのはとても重要なことなんですね。ですからまずは食べ過ぎであるとか消化の難しいものをね大量に取るのは控えるということと、その上で食物酵素をたくさん取り入れて消化酵素を節約するということが重要なんです。しかしここで問題となるのが死んだ食品なんですね。で、これが何かというと、生きた酵素が含まれていない、生きた食物酵素が含まれていない食品なんですよ。このような生きた酵素を含まない死んだ食品ばかりを取り続けていると、体内の消化酵素を長期間にわたって無駄に消費してしまうことになって、体の代謝は十分に行えない日々が続きますので、老化が促進してしまうんですね。で、逆にですね、生きた酵素をたくさん含まれている生きた食品を上手に取り入れることで消化酵素を節約して若い体を保つことができるんです。じゃあですね、どんな食品が死んだ食品なのかなんですけども、それは加工された食品なんですね。で、酵素はですね、その構成要素のほとんどをタンパク質で作られている特徴から、加工されればされるほど働きを失ってしまうものなんです。で、まずですね、タンパク質というのは酸性の物質に弱いですので、酸性の強い加工を受けてしまうと酵素が失活、働きを失ってしまったり、あるいは高温に弱いですので、48度以上の高温で調理されると働きが失活してしまうんですね。特に70度を超えてしまうともう完全に働きを失ってしまうんです。だからですね、その人間がね、その42度とか、40度を超えてくると、その熱が上がりすぎるとね、死んでしまうリスクがあるというふうに、いうことを聞いた方は多いと思うんですけども、これなんでかっていうと、体内の酵素が死んじゃうからなんですよね。体内の酵素のタンパク質が変性してしまって、代謝酵素が代謝の働きをできないと、そうすると運動も呼吸も、栄養素を作り出すこともできないですので、そのままなくなってしまうということになるんですよ。なので熱が上がりすぎたらいけないんですよね。ですからその食べ物もね、その加熱してしまうと生きた酵素が働きを失ってしまうということなんです。で、また加工された場合には72時間で酵素の働きが失われてしまうという時間の問題もあります。ところがですね、市販されているほとんどの加工品は日持ちをするように高温で調理されていて、作られてから時間が経っていますから、生きた酵素は取り入れられないんですね。例えばコンビニ食品であるとか外食であるとかファーストフードとかお惣菜などはこのような調理をされていることが多いですし、カップ麺であるとか冷凍食品、レトルト食品とかパンとか菓子パンですね、このような食事が多い方は生きた酵素を取り入れることができていなくて、酵素が死んだ食品ばかりを取っていて老化が進みやすい状態なんです。ですので、もしあなたの食生活がこのような加工されたものばかりが多い食事になっているのであれば、あなたは今
老化がどんどん進行してしまっていて、いずれ深刻なほど早いうちに老けてしまうリスクがあるということなんですよ。と思いませんか？怖いですよね。私コンビニ食品ばかり食べてましたという方もいらっしゃいますし、カップラーメンをねよく食べてましたって方もいると思うんですよ。お仕事上ね、どうしてもそのお昼ご飯はコンビニで買わないといけないんですよとか、カップラーメンじゃないと食べれないんですよという方もいらっしゃるでしょうし、その営業職の方なんかはね、もう付き合いがあるから外食じゃないといけないって方もいらっしゃると思うんですよね。またそれもね、その生きた酵素を取り入れられるような外食であればいいんですけれども、付き合いだからね、なかなかそれもそうもいかなくて、丼物であったりとか、麺をつるつるとか、そういった食べ物になってしまって生きた酵素を取り入れられないっていう方もやっぱりいらっしゃると思うんですよね。でも、それを続けていると、どんどん老けてしまって、いずれあなたはですね、周りの方にも老けてしまっている。病気になるリスクが上がるということになるんですよ。では、どうしたらですね、その生きた酵素を取り入れて老化を抑えることができるのかというと、食材を生のまま食べるということなんです。で、生きた酵素は加熱調理したら働きを失ってしまいますし、酢漬けであるとか、酸性のものでもね、働きを失ってしまいますし、日数が経ってしまった食材も酵素が生き残っていないんですね。ですから、できるだけ新鮮なうちに生のまま食べるというのが生きた酵素を取り入れる最も効率のいい方法であり、最も老けにくい食事になるんです。例えばですね、お野菜であれば、きゅうりであるとか、レタスとか、トマトとか、キャベツなど、生で食べられるものって結構ありますよね。さすがに硬いものもありますから、全部が全部というわけにはいかないんですが、生で食べれるものは食べた方がいいです。で、果物であれば、リンゴであるとか、キウイとか、パイナップルやみかんなど、さらに生で食べられるものの方が多いと思います。で、また、お魚にもね、酵素がありますので、お刺身などで生のまま食べるというのが食べ方がいいんですね。そして実はですね、お肉にも生きた酵素が含まれているんですけども、お肉の場合は、私の住むね、宮崎県では生の鶏肉である鶏のたたきを食べる文化がありますし、熊本県を中心として馬の肉を食べる馬肉のね、刺身という文化がありますが、なかなか都会の方ではね、こういったお肉のその生食の文化はないでしょうから、そして鮮度的にもね、ちょっと難しいと思いますので、それ以外から生きた酵素を取れるのがいいんじゃないかなというふうに思います。だから例えばですね、そのサラダとか野菜スティックであるとか、あるいは生のフルーツを食べる習慣であるとか、お刺身を食べる習慣であるとか、このような食習慣を作ることが重要なんですね。もうその1回だけ取るんではなくて、もうこれを繰り返すってことが大事なんですよ。少なくとも1日に1回は生の食材を取れるようにした方がいいです。で、私であればね、毎日サラダを食べる習慣を作っていますし、お刺身は好きですので、食べる頻度はやっぱり高いんですよね。さすがにね、お刺身毎日食べるというのはね、結構お金もかかりますので難しいところもありますが、お刺身は好きですので、食べる頻度としては高いですね。なので、こういった生きた酵素を取り入れられる食習慣を作ってもらいたいんですよ。例えばね、そのお昼ご飯が、そのコンビニ食品が多い方とか、なかなか朝はね、パンとコーヒーですっていう方はですね、朝とか昼をね、フルーツに変えてもらったら、とても手軽に取ることができますよね。例えば朝ごはんはもうリンゴ1個だけとかね、お昼ご飯がとにかくその時間がないという方であればですね、バナナ1本食べるぐらい、時間ぐらいはあるじゃないですか。どんなにね、時間がないという方でも、その5分もね、休憩取れない方は、なかなかいらっしゃらないと思うんですよ。合間の時間って絶対あるじゃないですか。その時間でバナナ1本食べるとか、もう5分かからないですからね。このぐらいは食べる習慣を作ってもらいたいと思いますね。あとはね、そのコンビニ食品でおにぎり買ってますとか、パン買ってますとか、麺買ってますとか、そういった方であれば十分時間はあると思いますので、お野菜を持っていくとか、果物を持っていくとか、こういった取り方をしていただいた方がいいと思います。で、このような生きた酵素を取り入れる食生活を続けているほど、腸がきれいで、いい腸内環境を作ることができ、そして若くて老けない体を作ることができますので、ぜひ実践してみてください。で、また、生きた酵素を効率よく食べるためのコツであるとか、生きた酵素が丸ごと取れるおすすめの取り方、お金をかけずに酵素を取る方法なども別の動画で詳しくお伝えしていますので、この動画の次はですね、こちらの関連動画も下の説明欄からご覧になってください。で、生きた酵素を取る習慣ができていないと早く老けるし、体の不調が出てきてしまったり、病気のリスクが上がってしまうという結構危険性が高いことなんですね。もし今ですね、加工品の多い死んだ食品が多い方はいずれ早く老けてしまったり不調で病気になってしまった時にですね、後悔しないように今のうちに食事を変えましょう。
私の生誕やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただけたら、下の説明欄からご覧になってください。で、また、今回の内容がためになったなと思っていただけたら、チャンネル登録をするかはお任せしますが、ぜひもう一本ですね、動画を見ていただけると嬉しいです。関連動画下にリンクありますので、そちらからご覧ください。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。